空が青いなあ。肌が綺麗になったやんけ。はい、おはようございます。今日はですね、3月の26日水曜日。はい、外はだいぶ暖かくなりまして、はい、今日も暖かくなって、最高気温24度ぐらい上がるという予報でございます。はい、何やら、桜の開花宣言を東京の方で多分靖国神社だと思うんですけども、したということで、こちらはですねまだ、つぼみの状況で、まだ、ちょっとだけ、ピンク色の穂先じゃない花先が出ている状況でございます。はい、ただここから一斉にね、桜も咲いていくんじゃないかなと思います。はい、ということで、今週か来週か、はい、桜が咲いてくるんじゃないかなと思います。ということで今日はですね、いつも畑をね、指導してくれてる農家のおっちゃんのお宅に、竹の棒をね、これからきゅうりとか、トマトとか、インゲンとか畑にこう棒を刺してですね、ネットを張っていかなきゃいけないんですけど、それをですね、ホームセンターでね、こういう緑の棒を売ってるんですけど、それじゃちょっと、あまりにも面白くないので、はい、実際竹を取りに行ってですね、竹を、使って、立てたいなということでいただきに上がります。はい、それとですね、井戸水のですね、水質検査、はい、を、聞いたらですね、水道屋さんに聞いたら、近くっていうか木更津なんですけどもに、高等微生物研究所というところがございまして、はい、そこに行ってですね、容器を受け取って、それを、井戸水を入れてですね、そして検査をお願いするということなので、そちらの方にも行っていこうと思います。はい、それともう一つ、住居側の、作業台の上にですね、ちょっとコンセントを1個増設しようと思っておりますので、その辺をやっていきたいと思います。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人月月月。はい、今日の水耕栽培でございます。はい、こちらがですね、サニーレタス水耕栽培、はい、すくすくと大きくなってきております。そしてこちらがロメインレタス水耕栽培、こちらは、まだ若干芽が出たばかりでございますね。はい、そしてこちらがトメイト、こちらも順調に育ってきております。そしてこちらが、ロメインレタスになっております。こちらが、トマトですね。はい、そしてこちらがですね土に、米ぬかを混ぜまして、こちらが草がですねどのように分解されているか今実験をしております。だいぶこういう菌がね、はい、発生してきておりまして、この菌が、この草をですね分解して土に変わっていくということでございます。はい、はい、そしてさつまいもの方は、はい、相変わらず芽は出てませんね。これ失敗かもしれませんね。はい、はい、そしてこちら、はい、もやしくん、こんな感じで成長していっております。水をね変えてあげないといけないので、こちらのシンクの近くに持ってきました。夏暖かくなってくるとちょっと1日2回ぐらい水をね、
変えてあげないといけないようなので腐っちゃうんでね、はい、やっていきます。はい、そしてこちら、まずこっちがね、かぶと、人参とナスですね。はい、かぶの方が芽が出始めましたね。はい、そしてこちらが、大根、メロン、レタス、キャベツ、きゅうり、大根、トマトという感じで、芽が出てきましたね。はい、そしてこちらスナップエンドウとブロッコリーは出ませんね。はい、そしてこちらがロメインレタス、こちらも徐々に大きくなってます。そしてこちら畑の方ですね。はい、じゃがいもさんはまだ出てないようですね。そしてこちらレタスとロメインレタスもまだ出てませんね。はい、そしてこちら苗で買ってきたトマトとブロッコリーと、はい、こちらは LED でしないで育てたスナップエンドウになります。はい、今からですね、裏の農家のおっちゃんにいろいろご指導していただいてるんですけど、畑これからね、夏野菜、きゅうりとかトマトとか、支えるネットをね張ったり、棒でこう苗を支えたりするために、おっちゃんの、畑家で竹を取らせてくれるということなので、今から竹をいただきに上がっております。ということで、これから、竹を取りに行きます。はい、ということでね、はい、おっちゃんのね、家の裏竹林になってました。はい、でね、今度ね、春タケノコが出てきたらあげるよって言われましてですね、やったー竹っつってね、タケノコをなかなかね掘らしてもらえる機会もないし、この辺だとね、皆さんね、あまりタケノコもらっても嬉しくないらしいでございます。はい、もう毎年毎年ね、はい、皆さんくれるらしいので嬉しくないらしいですけども、私みたいなね、東京から来た人間はね、いや嬉しいっすよね、ほんとね、タケノコ、シナチクもねできるらしいので、今度シナチクにも挑戦してみようかななんて思ったりなんかもしたりなんかして、はい、ということで、はい、ちょっと細めの竹をね、チョイスして、いただいてきます。で、青いやつよりもう枯れてしまっているようなやつの方がいいのかなと思ってですね、はい、おっちゃんのね家の竹林の掃除にもなりますしね、はい、ということで、いっぱいいただいていこうと思って取って、とりあえず軽トラ積んだんですけど、もっと持ってきなよって言われたもんですからね、あ、そうですか、いいっすかっつって、ちょっとどのぐらい使うかねわからないので、はい、とりあえず何本か追加してですね、はい、いただいてきました。で、この竹の場合はね、この節のところに、また枝が生えておりますので、そちらもですね、ナタで、枝を払いですね、はい、そして、下のね腐ってる部分は、ノコで切ってですね、はい、はい、こちらはなちゃんです。裏のおばちゃんからお味噌と唐揚げいただきました。
それとね、農家のおっちゃんから春菊、昨日竹をいただきに上がったら春菊もいただいてきました。はい、これ花ちゃんもいただいてきましたいつもありがとうございます。すいません。はい、花ちゃんはね、こうやってね、いつも料理を監視しております。花ちゃん、こんにちは。ということでね、花ちゃんも最近昼間ね、起きることが多くなりまして、はい、だんだんね、私が起きてる時間も、起きて遊ぶようになってきましたね。はい。でもね、この後9時ぐらいに、ベッドの中に入ります。いつも。で、だいたい5時ぐらいに起きてきて、はい、運動会始めます。はい。ということでね、今日の花ちゃんでございました。はい、今ですね、木更津にある株式会社高等微生物研究所木更津営業所というところに行ってきまして、井出水をですね、検査する11項目といったかな。はい、ということで今行ってきまして、こちら容器をもらってきまして、はい、1、2、3、4個の容器に満タンに井戸水を入れて、そして提出ということで1万円つってたかな、検査費用がかかるということなので、はい、後日採取して、提出して検査を受けたいと思います。はい、それとですね、こちら、住居側のね、ところに、テーブル作業台を作ったんですけど、電源がですね、電源コンセントがですね、台の下に2箇所作ったんですけど、やっぱりちょっと台の上に、コンセント欲しいなということで、ちょっとこれから増設工事をしたいと思います。既存でボードを貼ってしまってから、コンセントをどうやったら、取り付けできるのかっていうのを、やっていきたいと思います。はい、ということでね、コンセント増設工事、はい、こちらは電気工事士の資格が必要となりますので、ご注意ください。もうね、でも何でもかんでも資格ってね、世知がない世の中でございますよ。はい、電気工事士になりたいと今思っていらっしゃる方はですね、やっちゃったりなんかしてるかもしれません。はい。でもですね、それがきっかけでですね、はい、電気工事の道に進む方もいらっしゃいます。ですので、よいしょ。はい、じゃあこちらね、こちらのコンセントをさらに上にも増設して、多少ね、穏便にね、温かい目で見るということもね、必要なんじゃないかなとは私は思いますけどね。はい。ということで、私は資格が持ってますのでね、はい、コンセントの増設工事を行っていきます。まあでもね、電気工事士持ってたからってね、何でもかんでも電気知ってるってわけでもないんですよ、実は。はい。やはりですね、電気工事の、業界もですね、ある特定の工事が、メインでやってる方は家の電気のことを全然知らなかったりね、逆に工場の電気のことを全然知らなかったりね、様々でございます。はい。また電灯100ボルトの工事しかしない人、あと弱電つって DC 直流ですかねの工事しかしてない人、こういう人もいますんでね。はい。電気工事士といっても様々でございます。ということでね、下にコンセントをつけたがためにですね、
はい、作業台の上にコンセントがなかったので、こちらを増設しております。はい、これマルチツールでね、はい、コンセントの穴を開けていっております。ちなみにね、このコンセントの穴は、95mm の、50mm で穴を開けるとですね、コンセントボックスはですね、ピシャリ収まります。はい。ですので、開けるときに 95mm の 50mm を覚えておくと便利でございます。そして開きました。中にね、この断熱材が入ってますんでね。はい。それとね、間柱っていうか、壁の中にですね、柱が、どこにあるのかというのをね、たまにこう調べたくなる時があると思うんですけれども、だいたいコンセントついているところはですね、間柱に、ビス止めしておりますので、コンセントのすぐ脇に柱があるということを覚えておくと少し便利なんじゃないかなと思います。ですので、なんか棚を作りたいとか絵を飾りたいとか、なんか壁に穴開けたいとき、強度がですねあるのはやはり柱に向けてビスを打った方が強度が出ますので、はい、柱がないところに、打つとですね、特に石膏ボードの場合はズボって抜けてしまいますからね、強度が出ませんので、柱の位置、これをね、コンセントの位置から割り出すというのも一つの方法でございます。はい、ということで、上の穴が開きましたんでね、コンセントボックスをつけたんですが、やはり中に断熱材が入ってますんでね、通しづらいでございます。はい、で今なんで中入ってったかというと、中の電灯回路だったので、住居部分のね、パソコンを落としてですね、ブレーカーを落としました。はい、ということで、なかなか通しづらいんですが、あまりね距離はないんですけど、断熱材もありますし、電線もありますので、そのまま F ケーブルが取らないということの場合ですね、はい、ある、技を使って、通します。はい、距離がね長いとね、電気屋さんスチールって我々の時代は言ってたんですけど、スチールでですね、ワイヤーロープみたいなのがありましてですね、それを電線管に通して、1回通し終わってから、線を取り付けてですね引っ張るというようなことを昔はやっておりました。はい、こちらね、はい、上から F ケーブルを落とすんですが、下でキャッチできません。曲がっちゃうんですね。はい、でね、ここで見えるかなと思ったんですけど、通りませんね。やはりちょっと、断熱材が邪魔してるのか F ケーブルが邪魔してるのかで通れないので、はい、IV ケーブルってね、F ケーブルをばらしたやつなんですけど、こちらを赤い IV ケーブルを通しました。そしてそこにビニールテープで、ケーブルを、F ケーブルをですねつなぎまして、そして、引っ張っていきます。今これもうね、赤い IV ケーブルを通してましたんで、 IV ケーブルの場合細いんでね、はい、意外と通りやすいでございます。でカメラで全く映ってませんが、これ IV ケーブルに F ケーブルを今テーピングしてですね止めております。で止まったら上から引っ張ります。はい、やっと気づきましたね、カメラアングルね。はい、ちゃんと見とけよって話ですけど、はい、こんな感じでね、引っ張るとですね、はい、簡単に、通線がすることができます。はい、ということで IV ケーブルは取りまして、はい、そして下に落っこちないようにね、F ケーブルを丸めております。
ということでそろそろね、決戦をしなきゃいけないので、テスターで、今来てるのか来てないのか、電気が来てるのか来てないのかをね、確認しております。はい、分電盤の方に行きましたね。はい、まずは、電灯回路、作業場側の回路かなと思って今切って、確認しに行きましたが、どうやら違うようでございます。ここの回路は作業場ではの電灯ではなくて住居電灯だった。パソコンを落とさないと。はい、ブレーカー切れました。それではよいしょ。これで三つ股にしなきゃいけないのか。ここね、コンセントがですね、もう、隣のコンセントに渡りが、渡り用でね使ってますんで、口使っております。ですので、真上に、コンセントを増設すると、三つ股コンセントにしない、三つ股の血栓にしないとですね、入り込みませんので、短いケーブルを切りまして、そして圧着してですね、はい、三つ股にしていきます。今のね電気屋さんがね、こういう電光ナイフを使っているのかどうかは分かりませんが、我々の頃はですね、はい、こういう電光ナイフを使ってですね、なんつうんですかね、ワイヤーストリングっていうんですかね、こうケーブルをね、切ってくれるペンチみたいなのがあると思うんですけど、はい、そんな便利なものは、ございませんのでしたので、はい、すべてニッパで、はい、ニッパと、電光ナイフで切っております。これねカッターできる人もいると思うんですけど、カッターだとちょっと切れすぎちゃってですね、芯や、ケーブルの皮膚をですね、切ってしまう可能性がありましてですね、この電光ナイフっていうのは、あまり切れないんですよ。はい、切れないので、うまくコントロールして切ると、上手に中のケーブルを切らずに、剥くことができます。はい、もうサビサビなんですけどね、これねもう何年使ってるんでしょうって話ですけど、はい、ということで、下のケーブル向きが終わって、上の方ですね、はい、こちらもケーブルを向いていきます。はい、それではですね、コンセント2つもうつながっちゃってますんで、ここに入れたいんですが、三つ股で分岐しないとダメなので、これ1回外して、はい、三つ股これつないでジョイントしていきたいと思います。ということで、さっき調べましたけども、ビビリなもんで私はもう一度テスターを出ます。よいしょ。もうね、ほんとね、電気はですね、怖いんですよ。はい、皆さんね、あんまり大した怖くないだろうなんて思っていらっしゃる方もいると思いますけども、本当に電気は怖いです。はい、感電したら本当に死にますからね。はい、なんていうんですかね、
何度も私も怖い思いもしてきましたし、電気はですね、雨で外でね、被覆がむけた状態でなんて、そんな怖いことはねもう絶対やりません。やっぱり漏電っていうので電気が漏れて、それに触って感電するということがいっぱいあるんですよね。はい。ですので本当に電気はですね怖いので、皆さんもね気をつけてください。なんか屋外の延長ケーブルとかね、なんかその辺に雨ざらしにして置いてる方とかいらっしゃると思いますけど、本当に漏電しますからね。ぜひ皆さん、電気は目に見えませんからね、気をつけてください。ということで、こちらもですね圧着いたしまして、はい、テーピングしてですね、はい、絶縁をしております。これもですね、電気工事士の資格の時にね、黄色い圧着ペンチっていうのをね、持っていくと思うんですけれども、大中小って書いてあるやつね。はい。それ以外にも赤い、圧着ペンチもありまして、小さい、例えば弱電の DC のケーブルとかねつなぐときに小さい圧着ペンチもあります。で、今私使っている赤いやつはちょっと大きいやつですね。今度太陽光パネルの工事をするために、また買いました。はい、昔の黄色い圧着ペンチがどっか行っちゃったんですよね。ということで下のコンセントは元に戻しまして、はい、今度新しくつけたコンセントを取り付けております。はい、それでは配線終わりましたんでブレーカー入れていきます。よいしょよいしょ。はい、ブレーカー入れて、ロードブレーカー働かないのでまあ大丈夫でしょう。はい、ということでこちらのコンセントをテスターで当てていきたいと思います。はい、106ボルト来てますね。はい、下はい、108ボルトこちらも来てますね。OK です。ということでコンセント増設以上。はい、ということでね、増設工事終わりましたんで、パソコンを設置しまして、YouTube でですね、夏メロっていうのを聞いております。はい。これで作業場の方にも音楽が流れるようになりましたんで、はい。ということで本日の作業は、おっと花ちゃんがお外に出ました。今までねもうビビってね、外には出れなかったんですけども、はいだんだん徐々にね、はい、出てくるようになりました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですねこちら、はい、住居側の作業台の上にコンセントを増設いたしまして、はい、こちらにもパソコンが、はい、設置完了いたしました。はい、それとこれね、じゃんじゃじゃーん、井戸水検査、水質検査の方の容器をもらってきましたので、汲み取って、検査に出したいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。
もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人傑